皆さんこんばんは、サイラです。今回はスーパーロボット対戦30で敵からダメージを受けない無敵キャラを作ろうっていう内容になっています。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。まずは実際の映像を見てください。操作しているキャラクターはラーカイラムで、パイロットの回避のステータスも低いし、機体の運動性もかなり低いです。それでは移していきます。このような感じです。ダメージを一切受けてないのが確認できると思います。戦闘中の画像を今出していますが、見ての通り相手の命中率は 100% です。戦艦なので運動性も低くって命中率 100% っていうところで、普通に考えたらダメージ食らうはずです。普通は敵のターンになったらダメージ食らうと思います。回避率が高いリアルロボット系やひらめきなどの精神コマンドでノーダメージにすることはできますが、回避系であってもボス級の場合はダメージ食らうことはあると思います。戦艦とかスーパーロボット系の中でも防御系の機体とかはほぼ食らうのが前提で防御力を上げたりして減った体力を回復したりするっていうことをやってると思います。これを一切のダメージを受けずに敵を倒すっていう方法になります。前回の動画ではずっと俺のターンっていうことで紹介しましたが、今回のはオートでも使える簡単な技になります。結論から言います。スキルプログラムにフルカウンターっていうものが出てきます。これを習得しておくと、敵のターンの時に敵からの攻撃、受ける前に必ずこちら側の攻撃をするっていう感じになります。ちょっと分かりづらいと思うんですが、普通は攻撃する側が先に攻撃をして、それが終わったら攻守交代で反撃をするっていう形になると思うんですが、フルカウンターを習得していると、敵の攻撃が始まらずに先にこちらが攻撃を当てられるっていうことになります。これが起こるとどうなるか。先に攻撃することができるので、その時に倒してしまえば敵からの攻撃を一切受けないっていうことになります。オートでない場合は戦闘のたびに精神コマンドも選べるので、攻撃してきた相手がボスだった場合は熱血など使ってブーストして倒す。雑魚の場合はそのまま戦闘っていう感じができて、敵のど真ん中に1キャラを突っ込ましたら、あとはターン終了したら全部敵を倒してる、そういうことができたりします。もちろん敵が1回で倒せない場合は反撃食らってしまうんですが、そこは調整しながらって感じですね。このやり方の場合、回避系の機体にする必要がないっていうのが大きなメリットです。従来のスーパーロボット対戦ですと、回避がすごい高いキャラを敵陣に突っ込まして集中とかを使って全部回避をして反撃していく、これがよくあるパターンかなと思います。でも今回の場合はそもそも回避する必要がないので、スーパーロボットだろうが何だろうがどの機体でもいいっていうことになります。攻撃力だけ高くしておけばいいっていう感じになりますが、攻撃力自体も X アームズを装備すればどの機体でも最低8000になるっていう形になるので、これも問題なくなります。念のための必中をサポートの方でこういうキャラとかこういうキャラで必中を発動しておけば、あとは敵を倒しきるだけっていうことになるので、本当に簡単です。マジンガー Z とかゲッターロボとか代表的なスーパーロボットを敵のど真ん中に置いておいて、ターン終了。敵のターンでフルカウンターの機能を使って全て先制攻撃で倒す。こんなことができます。スーパーロボットを使って一気当選プレイができるっていう感じですね。特にゲッターには覚醒があるので、これを使っていい位置まで移動っていうこともできますね。開幕覚醒を使って移動していってそこで放置。あとは敵にタコ殴りではなくって全部反撃。そんな感じで簡単に倒すことができます。これが無敵キャラを作ろうっていうものの正体になります。こんなに便利なスキルプログラムなんですが、覚えるためにはパイロットポイントが2000必要です。結構重たいですよね。貯めてる人は2000ぐらいポンと出せるかなと思うんですが、
足りない場合は、以前紹介したこちら、概要欄にも貼っておきますが、こちらを参考にパイロットポイント貯めてみてください。そんな便利なフルカウンターですが、どうやって覚えるのかっていうと、館内ミッションにあるんですけど、戦力値を150万以上にするっていう条件をクリアするともらえるようになります。一度もらうと、それ以降は2000のパイロットポイントを使って交換して付けられるっていう風になります。肝心の戦力値なんですが、今右上に見えてるこの数値ですね。これはどうやったら上がるのかっていうと、機体の強化具合、この強化具合と、あとは武器の強化具合。これだけではなくって、パイロットのレベル、パイロットのスキルプログラムなどで上昇していくっていう感じになります。パイロットのレベルとかスキルプログラムってなかなか上げづらいところもあるんですけど、レベル上げについては以前公開した動画の方で紹介していますので、そちらをご確認ください。同じく概要欄に貼っておきます。一番手っ取り早く戦力値を上げる方法は、使わない機体も含めてどんどん強化することで数値が上がっていきます。こういうような全然強化してない機体とか、こういったものを強化していくと戦力値ってどんどん上がっていきます。私も途中までは機体を150まで、武器も15までっていう形で強化していったんですが、お金がつけてしまって今はあまりやってないっていう感じになっています。その通りお金が必要なんですね。強化には大量のお金が必要になります。先ほどのレベルとかパイロットポイントを稼ぐときに同じくゲインメータークレジットっていう強化パース、これを装備しておくと一緒に集めることができます。パイロットポイントは本当に稼ぐの大変なので、これを合わせて装備してパイロットポイントとクレジットと、この3つ、この辺持ってるだけ装備した方がいいっていう感じですね。それ以外の方法ではなんとか戦線、これも以前ご紹介したんですが、この辺を繰り返すことで復活してくる稼ぎミッションになっていますので、これをひたすらクリアしていくっていうのも一つの方法です。倒すキャラを1キャラに絞って、そのキャラにはお金が2倍増えるっていう強化パーツを装備して、そこでひたすら稼いでいく。こういう方法もあります。オートで全滅させられるようなキャラクターがいるんであれば、何かをしながらちょこっと見る、そんな操作で稼げたりもします。がっつり短時間で稼ぐっていう場合は、やっぱり強化パーツ装備して移動しまくるっていう方がいいと思います。このフルカウンター、一度覚えてしまえばずーっと有効です。敵を一発で倒せる。そういうような火力での攻撃をしている限りは何もダメージ食らいません。もちろんボス級とかそういう敵になると熱血使っても一発で倒せないっていうことはあると思うので、そういう時だけは精神コマンドを使ってうまく回避したりとか、そういうことは必要なんですが、それ以外のところにおいてはもうとにかく倒しまくります。エネルギーとか弾数とかなくなったら精神コマンドの補給を使って回復するってことをやれば、その辺も延々と攻撃できます。非常に便利になりますので、まずは戦力値上げっていうところを頑張ってみるといいと思います。戦力値上げるにはお金が必要、フルカウンターを覚えるにはパイロットポイント必要ということで、レベルと合わせて稼ぐ必要が出てきます。なんとか戦力値150万まで稼いでもらって、フルカウンター使えるようになって、この方法を試してみてください。以上で今回は終わります。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。